チャンネルです。今日はスタジオを飛び出して三沢空港にやってきました。ソーシャルディスタンス保って3密、ならないように、ここでちょっと撮影をしたいと思います。今日の獲物は何ですか？今日の獲物はですね、もちろん F35 です。ちょっと頑張りますよ。大体ね、僕が出張に出る時のセットがこんな感じで、極力やっぱ荷物は減らしたいんで、コンパクトにしてます。でどうしても、カメラバッグ必要なんで、カメラバッグと、サブのバッグで、今回はちょっと長いの持ってきてるんで、ちょっと望遠レンズがあるんですけれども、でですね、で僕このロープロのこのバッグは結構愛用してます。サイズがちっちゃいのと、あとですね、これね、僕のフォロワーさんミリタリー好きな人多いんですけど、これロープロでこれモールシステムがついてるんで、いろいろつけられるんですよね。後付けでちっちゃい小物入れなんかが。でこれも511のやつですけど、僕はペットボトル入れに使ってます。今入ってませんけど使ってます。でもう一つこのサブのバッグで使ってるのは、これはもう完全に、ミリタリーユーズの511というメーカーのやつを使ってます。行きましょうか。結構ねシンプルですよ、僕は。1回持っていくカメラは基本的に2台ですね。僕が愛用してるのがD5 なんですけど、ただやっぱり、出張になるとこのぐらいの大きいやつを2台3台持っていくとやっぱちょっとかさばっちゃうんで、用途に分けることにしてます。D5 はね、ご存知のように、例えば高速連射性に優れているとか、防塵防滴強いっていうのもあるんで、プロの人が使ってるフラッグシップなんですけど、もう一つこれねコンパクトなんだけど D810 はですねかなり高画素なんですね。だからちょっと僕の写真ポスターとかカレンダーとかちょっと大きく引き伸ばす、ものがあるので、そういった最初からですね、もう大きく写真使うような時はこの D810 で撮ったりしてます。レンズはどういうレンズ？そうですね、レンズはね基本的に、広角から中間って全部基本的にズームです。ですね、じゃあこっちから見てみましょう。これはねもう結構長く愛を使ってますけど、1635ミリですね。で、2470ですね。それとですね、このサブの中にはですねちょっと2台あんまりよろしくないんですけどね、レンズ同士ぶつかっちゃうんで、ですね2台入ってまして、1個が70-200、これはもう基本中の基本のレンズですよね。ミリタリーやるんだったらこのレンズはないとダメぐらいなやつですね。あともう一つは便利なやつですね。80-400っていうレンズになります。これはもうとにかく便利なんで使ってます。80から400をカバーしてるんで、これ1個もうボディにつけっぱなしにしていれば大概、例えば駐屯地帯とか航空隊とかは用が足ります。でね、この511のバッグは、もちろんカメラバッグじゃないんですけど、とにかくやっぱミリタリーユーズなんでポケットが多いんですよ。でここに、ちょっとお菓子入ったりしてますけど、とかこういう電源コード類とかを入れてたり、あとですね、ここはね実は本当はねシューティンググラスとか入れるんですけど、
メガネ入れがついてて、僕はね老眼鏡が入ってます。はいでもう一つですね、ここにまた一つポケットがあって、ここはねなんかちょっとしたパンフレットとかもらった時にスポッて入れられるぐらいの、まあ厚さはないんですけど書類とかは結構入るんで、こういうの使ってますね。はい。あともう一つサブのやつがあって、ここはまあ、コロナ対策で今アルコール消毒が入ってます。はい。あとなんかもうミリタリーならではの持ちならではね。あとですね、実はミリタリーならではの持ち物といえばですね、まあ、僕やっぱり自衛隊とか米軍とか、まあ、軍隊取材してるとやっぱ実弾射撃とか、あとヘリコプター乗るときとか、割とその騒音かなりノイジーな環境に置かれることが多くて、で場合によってはね、必ずこのエリアに立ち入るんだったら耳栓をしてくださいって言われることがあるんですよ。というわけで実はね、僕も耳栓を必ず常備してまして、ここにあるんですけどね、はい、実はねここにめっちゃくちゃあるんですよ、耳栓が。ほら、でなぜか耳栓って片っぽだけなくなるんですよね。なんでそうこうしてるうちになんかどんどん手品のように溜まってってこういう耳栓が入ってたりします。はい。カメラとかですね、あとパソコンなんか、もう僕ら今のカメラマン、まあ、皆さんもそうだと思うんですけど必須ですよね。でやっぱり電源がなくなったらもう何もできない、ただの重い箱になっちゃうんで、変圧器を車には積んでまして、でそこからまたタコ足で、一度にたくさん充電できるような体制をとってます。三脚はね、2つ積みっぱなしにしてて、ちょっと大きいやつと、あとちょっと小さいコンパクトなやつをやってます。まあ大きいやつは、長い時間そのカメラを設置しなきゃいけない、例えば夜景を撮るとか、あとこういった望遠レンズを使う時の、支えとしてっていうのはありますし、ちっちゃいやつはもう本当にちょこっとなんかちょっとした安定をしたい時ぐらいので持ってますね、ちっちゃいやつがね。でその大小で今回はちょっと下ろしてきたんですけど、脚立も僕の車には基本的に積みっぱなしで、2段と3段の2つはいつも入ってます。例えば今日なんかどういう感じの設定になってるんですか？はい、僕はね基本的にプログラムオート、ニコンでいうと P っていうモードを使うか、あとはシャッタースピード優先のモードでやってます。で、基本的にあと露出補正を、僕は少しマイナス 0.3 ぐらいにしてます。で、僕は基本的にはローで撮影をして、自宅でフォトショップでローを現像する形をしてます。この場でやっぱりね JPEG とかにするよりかやっぱローの方がその後の修正補正のフレキシブルにできるんで、僕は必ずローを選んでます。そうですね、僕はね基本的に、64ギガを使ってます。まあもちろんこれより大きいのもあるんですけど、まあ一度にたくさん入れると万が一紛失した場合とかエラーがあった時に失われる画像がJAL僕はねサンデスク派です。で僕はねあんまりね1枚の容量を大きくしたくないんですよ。っていうのはね、かつて、データが消えるっていう恐ろしいことがあったりしたことがありまして、でそれ以来なるべく分散してリスクヘッジをするようにしてて、だから交換する手間は出てきちゃうんですけど、まあ32とか64が僕はまあ好んで使ってます。でね、撮影して、メディアケースに入れるのって結構めんどくさいじゃないですか。で僕も結構めんどくさがり屋なんで、こうカメラから抜いてポケットに入れたことがあったんですね。で、そのままね家に帰って洗濯しちゃったんですよで洗濯しただけじゃなくて乾燥までかけちゃったんです僕で。洗濯して乾燥が終わるか終わんないかって気づいたんですよ。あ、ズボンにCF カード入れっぱなしだと思って、でも止めて開けてやったらまあ出てきたんですけど、絶対ダメだなと思ったらパソコン入れたらですね、画像大丈夫だったんですよね。なんかね人によってはやっぱりね濡れた後に乾燥したのがいいんじゃないかと逆になんかって言うんですけど、まあ勇気のある方ちょっと試してみてください。もう僕
僕はもうやりたくないんで、ちゃんとメディアケースに入れて、持ち帰るようにしてます。いやもう全く分かんないですね。その時はもうちゃんと丁寧に扱ってたんですけど、やっぱりなんかあるんです。まあ、静電気なのかちょっと分かんないんで、何があるか分かんないじゃないですか。で家でパソコンにね取り込むまでやっぱそれがエラーかどうかなんてもう外見では分かんないんで、だったらもうちょっと僕はリスクヘッジをしてます。またなんか飛びます。はい、というわけで今日は一日、三沢空港のターミナルの上にいました。でここはですね、自衛隊、米軍、そして民間機ということでね、官民共用の空港になってるんで、いろんなものが見れるんでですね、ぜひね皆さんもね今日見た映像のようなものがね撮れますんで、一度は来てみてください。というわけで今日のヒクチャンネルはここまでです。登録よろしくお願いします。それではまた。はい、八戸に来たら発食センターね、ここはね新鮮な魚介類が食べれるところで、これは何でしたっけ、デラックス丼です。見てくださいね。あうまい。もうちょっとまともな食レポできないんですか。やったことないのうまいっす。はい。